れはちょっと、多分まあこの4人以外が票を集める可能性はないので、で、この4人が集まってこの感じだと、多分そのテレビとかであったとしても、ちょっと小池さんを崩せる感じが全くなかったですね。なので、メディアが来れば来るほど小池さん有利っていうことになっちゃうんじゃないかなっていうのがちょっと今回の結局そのメディアの注目を浴びて、この人の話聞きたいとか、この人面白いよねっていうのがあると、その人がどんどん伸びる可能性があるんですよ。逆に小池さんってここ攻められると弱いんだって分かると、そこをメディアが攻めるっていう形で、その票の動きがあるんですけど、この平場の話聞いてる限り、小池さん以外の人に、じゃあ東京任せたいよねって思えるほどの魅力的な話ができてるのかっていうと、みんな国政の話しちゃってるっていう。そういう意味でいくと、ちょっともう都知事選結果見えちゃったなっていうのが僕の感想ですね。いやだから、もうちょっとね、石丸さんがね、はいかいいえとかできちんと現地を取るっていうのをやれば、まだその、若手が頑張ってるよねっていう傷跡が残せたんですけど、現地を取りに行くっていうのをやらなかったんですよね。で、石丸さんがネット上で流行った理由って、やっぱ議会のそれなりに偉そうな人、年取ってる偉そうな議員の人と、町長発信のやり取りをしていて、相手が怒ったりとか、石丸さんが怒ったりっていうその感情が出て、だからこれだけ頑張る人だったら、社会は変えられるかもっていう期待感だと思うんですけど、今回のその、この枠内で丁寧にやりましょうっていう、どちらかというとなんか普通の人の枠内の中で終わってしまうという感じに見えちゃうと思うんですよ。なので、国会議員になるためのステップとかであれば全然いいと思うんですけど、ちょっと東京都知事になりたいという感じがあんまりしなかったんですよね。いや、だから、そうなんですよ。普通に真面目のまともな人なんだと思うんですよ。普通に大学もきちんと出て、三菱 UFJ だっけちゃんと会社で働いてっていう真面目な方なので、そういう意味でいくと、その、面白さの一点突破っていうのはちょっと期待はできないっていう感じになっちゃったんですよね。その、小池さんと直接話ができる機会というのが、多分、あと1回か2回ぐらいしかないと思うんですよ。で、ひょっとしたら1回もないんですよ。ここで小池さんと石原さんがバチバチ争ってたとしたら、それが今度は日本の普通のニュースに出てくるわけですよ。小池さんと石原さんがバチバチ戦ってるっていう。言い方とか怒ってるとか何でもいいんですけど、で、そうなると、あ、石丸っていう人がいるんだっていう認識にもなるし、で、石丸っていうのが小池さんに対して頑張ってるじゃんと。自民党から支援もらってるってどうなの？裏金もらってるような自民党からお金もらって何なんそれとかっていうのを言うと、やっぱ小池さんも答えづらい面あると思うんですよ。小池さん答えづらくなってるよねっていう絵面が日本中のニュースに載ると、じゃあ石丸さんになんか一票入れたら、それはそれでなんか社会が変わるのかもしれないっていう期待感が生まれると思うんですよ。でもじゃあ、今回の討論会の映像の中で、ここを切り取ったらめちゃくちゃ面白いよねっていう風にメディアが感じる部分があったかっていう話なんですよ。メディアも視聴率を取るために仕事をしてるので、なのでこの絵面面白いよね。よし、これニュースに載せたら視聴率取れるよねとかっていうのあれば使うんですけど、みんな割と終始綺麗事をこうおっしゃる感じになっていたので、メディアに今回の映像が使われて、なんか爪痕を残すというのは、ちょっとならなかったんじゃないかなという。そうなんですよね。だからせめてね、クイズを出せばよかったんですよね。アラビアクイズとかってやったらちょっと多分ね、受けたと思うんですよ。カイロ大学に行ってる時代のアラビアの偉い人なら何でしょうみたいな。多分石丸さんがもともとまともな部分が出ちゃったのか、わかんないですけど、ちょっとそうね、物事の考え方で、事故らないのも大切っていうのが、僕は結構これが日本を悪くしてるなと思っていて、まあ多分小池さんが普通に勝つんですよ。で、なぜ普通に勝つかっていうと、事故る可能性が低いから。すでに2期もやっていて、で、まあ別に東京めちゃめちゃ悪い状況にはなってないと。別に東京って誰がやっても悪い状況にならないんだけど、とはいえ、事故が起きないよねっていうのを消極的に選ぶっていうのを割とやっぱやりがちなんですよ。日本って保守派の人が多いので。なので、そうすると、じゃあ事故らないのが大切だよねという価値観だと、小池さん、もしくは蓮舫さん一択なんですよ。もしくはだから二択か。政治家としてそれなりの実績のある人じゃないと任せられないよね。今回の討論会でいくと、玉上さん、石丸さん、小池さん、蓮舫さんっていう4人なんですけど、玉上さんは政治家の経験がありません。なので、どうなるかちょっとわかりません。で、石丸さんは1期だけ市長をやりました。
でもその市長の一期の中でも結構けんけんがくがく言われていて、で、そのポスター代踏み倒しみたいな話とかで、あれはどうなので、実際そのじゃあ、秋田方市がめちゃめちゃ実績上げてますってなったら評価されると思うんですよ。明石市の泉市長みたいな、明石市が地価も上がって出生率も上がってってなってると、あ、すごいよね。じゃああの人東京任せようってなるかもしれないですけど、秋田方市で何が起きてどう良くなりましたかっていうのを、石丸さん以外の人が説明してるのっていうのが世に出る機会がほとんどないんですよ。なので、そうすると、実績、政治家として回すということはできたけど、じゃあ実績はちょっとよくわからない。でも議会と揉めてた。で、揉め事というのを嫌がるっていう人は日本人結構多いので、そうすると政治家として実績があるだけなんかちょっとマイナスついちゃうんですよ。で、そうなると、じゃあ、蓮舫さんってもう長年ずっと政治家やってますと、大臣やってたこともありますと。っていう人と、小池さんの2期やってました。で、政治家もずっとやってましたってなると、やっぱりその事故らない人っていうので、小池さん。で、もしくはその蓮舫さんが、どこまで粘れるかっていうぐらいになっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。なので、このメンツで小池さんと対抗できる人がいるとしたら、明石市長泉さんとかが出るとかだったら、まだ対抗の可能性はあったと思うんですけど、もう、申し込みは出馬できないので、もう手遅れっていうことで、泉さん出ることはないので、今出馬している50人の中から選ばなければいけませんっていう話になるんですけど、で、ぴょこたんが、漫画家のぴょこたんが蓮舫さんを選ぶみたいなのをツイッターに書いてたんですけど、で、その理由がなんだっけな、現職の小池さんは変えたいと。現職をずっとやり続ける人がやるというのは、事態が硬直化するので良くないと。で、そうすると、蓮舫さんぐらいしか選択肢がないよねっていうのを書いてたんですけど、で、考え方としては、結局その、1位を選ぶことはもうできませんっていう考え方があるんですよ。で、もう僕も多分そうだと思ってて、同じ人がずっとやり続けるとか、高齢の人がやり続けるってのは良くないよねとは思うんですけど、とはいえその、東京都民って高齢の人もそれなりにいて、で、保守的な安全を求める人たちもいるので、多分小池さん変わらないでしょうと。なので、その一般市民ができることだとすると、泡沫候補がどれぐらい票を集めたかというのを社会にどう見せつけるかというところぐらいが多分一般市民のできるところなんですよ。例えばその石原さんがじゃあこれで50万票を取りましたってなると50万票では勝てないんだけど、でも石丸さんが50万票を取るということは割と影響力はでかいんですよ。若い人っていうのはやっぱり期待されるよね。尖っててもいいんだとか、YouTube っていうのは活動に結構大事なんだなとかっていうのになって若い人に任せようっていう動きが割とその自民党内でも強くなる可能性があるんですよね。70の人を出すんじゃなくて40の人を出した方がひょっとしたら票が集めやすいのかもしれないと。なんか全然別の知事選とかがあった時に本来だったら70歳の候補を出すんだけど、ここはあえて40歳の候補を出した方が若いということで票が集まるかもしれない。みたいな形で若いというので票が集まるよねっていうパターンとか、エンジニアの安野さんっていう方が出馬してるんですけど、政治経験もないので受かることはないんですけど、でもそのIT 系やってます。それなりに IT の中では実績があります。で、それを捨てでも東京を良くしたいですって言ってる人がいると。で、その人たちに票が入るってなると、もう政治経験全然なくて、で、何にもない人って、入れてもしょうがないんですよ。お笑い芸人とかが政治家になりますとか、インターネットコメディアンが政治家になりますとかって、だってお前政治家になれなかったらもう食えないじゃん。だから政治家になってるんだろっていうタイプの横山なんとかさんみたいな人とかは、政治家になるしか食う道がないから選んでるなので、そういう人は評価されないんですけど、他で全然食えるにもかかわらず政治家を目指そうとしている。であれば、それなりの覚悟があるから評価しようっていう考え方で、これだけの票が集まるっていうのであれば、安野さんありだよねっていうパターン。で、あとその、東京都と一緒に住民監査請求とかで国家賠償請求をやってる暇空あかねさん。で、暇空さんのニュースって多分ほとんどテレビとか一般ニュースは出てないと思うんですけど、少なくとも NPO 周りとかに変なお金使ってるよね。で、それをちゃんと訴えて、で、住民訴訟で勝つって、10年ぶりとかなんかそれぐらいなのかな、ほとんどないんですけど、っていうので勝ってるよねっていうので、で、それが、でも一般ニュースにはほとんどなってませんと。で、暇空さんが出馬してるよねっていうのも多分ネットユーザー以外ほぼ知らないと思うんですけど、暇空さんがじゃあそこで10万票取りましたってなると、NPO みたいな公金集中している団体にお金を流すということは良くないことなんだな。もうちょっとちゃんと控えめにしなきゃいけないよね。というのが、政治家の中の基礎認識として広がる可能性があるので、暇空さんみたいな人がそれなりに票を取るというのも意味があると思うんですよ。もちろん受からないんですけどね。なので、その安野さんだったり、石丸さんとか、その暇空さんとかっていうのは受からないとは思うんですよ。ただ、その人たちが票を集めるということが、その後の社会にとってはいいことになるかもしれないので、どうせ小池さんだよねっていうので、じゃあどうせ小池さんだからもう行かなくてもいいやとか、っていうんじゃなくて、小池さん以外の人に入れることによって、社会の人たちっていうのはこういうところをちゃんと意識してるんだとか、ここを大事だと思ってるんだっていうのが一人一票で可視化されるので、そういう意味でいくと、それなりに都知事選は皆さん選挙に行った方がいいんじゃないかなと思いますけど、僕全く関係ないんですけど。
東京都民じゃないんでね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。